こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。今日は、日本の武器について紹介していきましょう。日本の武器か。30年式歩兵銃です。ほほう、回転寿司拳銃より強いんだろうな。30年式歩兵銃は活躍したライフルね。回転寿司拳銃と呼ばれた26年式拳銃とは違います。というか、回転寿司拳銃なんて呼ばれてないですが、回転寿司拳銃という名前は私が名付けた。なぜ回転寿司かは前の動画を見ればお分かりいただけるだろう。今日は30年式歩兵銃と当時の陸軍の武器開発の背景などについて解説していきます。30年式歩兵銃か。明治30年に完成した銃ってことかな。そうね。1897年、明治30年に日本軍の正式ライフルに採用された銃です。30年式歩兵銃について色々と資料を調べてみたのですが、ほとんど38式歩兵銃の話ばかりにフォーカスされてしまい、30年式の話はそこまで多く見つけることができませんでした。情報があんまりないってことか。30年式の8年後には38式が採用されてしまうので、使われた時期も短いですね。しかも、38式歩兵銃が完成すると、旧式の30年式歩兵銃を全数交換するという対応を行っています。明治41年から大正3年にかけて、装備の入れ替え作業が行われました。交換しなきゃいけないほど30年式歩兵銃が旧式だったとでも言うのですか？ 8 年もあれば、30年式が旧式になるほどに武器が進化したと。そういうことではありません。いろいろと事情があったようです。その点も含めて解説していきます。まずは、30年式歩兵銃が完成するまでの経緯や背景について見ていきましょう。30年式歩兵銃は30年式小銃とも呼ばれています。有坂成明という人が作ったライフルなので、外国では有坂ライフルと呼ばれています。1904年に起こる日露戦争で主力武器となったライフルですね。明治30年に完成したということは、1897年だから、まだ20世紀になっていなかったんだな。ドイツのゲベア98も誕生していない時期だ。そうね。30年式歩兵銃は、結論から言えば、ロシアの脅威に備えて作られたライフルになります。その開発には、様々な背景がありました。まあそりゃ、いろいろあるだろうね。日露戦争の直接の原因となったのは、1899年の義和団事件という中国の清で起こった内乱です。義和団事件って何なんだ？そんなの学校で習った覚えもねえな。簡単に言えば、清から外国勢力を追い出そうという反乱ですね。この反乱をきっかけに、清が外国列強に宣戦布告したため、世界各国は軍隊を送り込んで鎮圧しました。日本の義和団事件に発兵したのです。この時、すでに30年式歩兵銃が正式装備ですので、戦いに使用されています。なるほど。しかし、義和団の反乱の後、ロシアが軍を引き上げず、清に駐留しました。日本とイギリスは、ロシア軍が清に駐留することに反発を覚え、日英同盟を組んでロシアと戦ったという経緯ですね。そういう理由があったのか。それは日露戦争の直接の原因ですが、火種はもっと前からありました。その火種はシベリア鉄道です。シベリア鉄道ですか？シベリア鉄道が完成すれば、東西の交通が盛んになり、世界的にも大きな駅となることは明白です。シベリア鉄道を使うと、ウラジオストックからロンドンまで2週間程度で到着することができます。日本からロンドンまで船で2ヶ月近くかかっていたのが大幅に短縮されるわけですね。2ヶ月の旅が2週間になるだなんて、これは革新的すぎる。シベリア鉄道の完成は日本にとっても利益が大きいことです。しかし、一方でロシアの南下政策をより進める結果にもなります。シベリア鉄道の完成はロシア軍の兵団のスピードも上げることになりますからね。兵士も武器も弾薬も早くて大量に輸送できるようになるってわけだな。日本は1895年の日清戦争で勝利した後、清からリャオドン半島という場所を獲得します。しかし、ドイツ、フランス、ロシアがリャオドン半島から手を引けと干渉し、日本は手放すことで同意します。ふむふむ。ところが、ロシアがシベリア鉄道をリャオドン半島までのパス権利を得ることになるのね。これが一つ、日本がロシアへの警戒と反発を強めるきっかけになりました。これは確かにいただけない問題だね。
手放せって言ってきたやつが、その場所に鉄道を作っちゃうわけだもんな。そうね。しかしながら、シベリア鉄道に関しては、もう一つ、切実な問題があったのです。どういうことだ？ 1891年の明治24年、シベリア鉄道の起工式に際し、ロシア皇太子ニコライ2世が日本を訪れる機会がありました。ニコライ2世は、国賓として観光目的で来日し、歓迎されたわけですね。どっちがニコライ2世なのか。順当に考えれば車に乗っている人だが、日本をエンジョイするためにコスプレに興じている可能性もある。さあ、どっちかな？皇太子はいずれロシアの皇帝になる人物ですから、仲良くしておくことに越したことはありません。皇帝になる前から好感度を上げておこうって作戦か。バッドエンドを回避しなきゃいけねえからな。作戦というか、人間として誠実に接するべきだということね。しかし、とんでもない事件が起きてしまいます。皇太子が琵琶湖を観光した時、護衛の警察官がニコライ2世を切りつけるという事件が発生します。大津事件と呼ばれる事件です。なんだと？切りつけた巡査は、ロシア皇太子が日本を偵察に来たと信じており、意図的な殺害を試みたものです。これは大変な事件だぞ。バッドエンド不可避。皇太子は無事だったのですが、1週間後にはウラジオストックへ帰国しました。この事件は、日本にとって想定外だったので、相当焦ったわけです。なるほど、そんな事件があったとはね。大津事件が起こったのは、日清戦争よりも前の話です。日清戦争は、明治27年から28年の出来事でした。皇太子切りつけ事件は、日清戦争の3年前の出来事で、明治24年ってことか。日清戦争では日本が勝利しました。しかし、ロシア皇太子の切りつけ事件のこともあったので、全く安心できませんでした。いつロシアと戦いになるかわからないからです。確かにね、かなりの国際問題だよね。一歩間違えば暗殺になったわけだから、世界大戦の引き金になったかもしれない。日清戦争の勝利に酔いしれる余裕などなかったんだ。そういう経緯があったので、より強力な武器の開発を急いでいたのです。なるほどな。日露戦争は、ロシア皇太子暗殺未遂と、シベリア鉄道のレオトン半島計画の合わせ技だったということか。それにプラスして、義和団事件後のロシア軍、中国駐留問題ですね。フラグ立ちまくり状態だったのか。軍は、新たなライフルを開発するため、明治28年に、有坂成明を開発責任者に任命します。明治28年に有坂氏が着任ってことは、日清戦争が終わった時と同じ年なんだね。そこで30年式の開発が始まるのか。もともと有坂は交渉に所属し、武器の開発をしていました。拳銃やライフルより、野戦砲などの大型兵器を設計していたのです。有坂の作った野戦砲は日清戦争で活躍しました。ライフルを作る前から、武器開発に定評のある人物だったということ？そういうことです。当時の日本軍のライフルは、まだ完成していませんでした。日清戦争で活躍した村田銃は、旧式の黒色火薬を使う銃としては、すでに完成されていました。しかし、村田銃は無塩火薬のポテンシャルを発揮できる銃ではなかったのです。無塩火薬は、明治20年頃にフランスで実用化された強力な火薬ね。世界では、無塩火薬に対応したライフルが続々と登場し始めた時期だね。明治28年当時、日本軍の最新ライフルは22年式村田銃でした。22年式村田銃は無塩火薬でしたが、世界と比べても時代遅れなライフルだったのです。22年式はチューブラーマガジンだからな。有坂成明の任務は、無塩火薬に対応した強力な次世代のライフルを作ることでした。30年式貨幣銃の性能や設計などを見ていきましょう。明治28年に着任した有坂成明は、わずか3ヶ月で、30年式貨幣銃の設計をある程度完成させたといいます。武器って、そんな早く設計できるものなんですか？そんなことはありません。マウザーやブローニングですら、新たな武器を発明するのに何年もかかっています。そうだよね。3ヶ月である程度の原型ができたのは、外国の銃を参考にしたから、ということですね。コピーということか。そういうことね。日本はものづくりスキルが高かったので、模倣が得意でした。フランスの武器メーカーが日本の買い注文を断ったという話があります。購入された武器がコピーされてしまい、商売上がったりというわけですね。どこの国も同じことやってる気がするが。
ともかく、30年式歩兵銃は外国の銃の技術を参考にして設計されました。モデルとなった銃は、明確にはわかりませんが、マウザー、マンリヒャーあたりだろうと言われています。マンリヒャーの影響もあったんだね。でも、マンリヒャーはストレートプルとエンブロッククリップで、30年式とは全然仕組みが違います。ドイツのゲベア88がモデルになったという意見もあります。しかし、ゲベア88もエンブロッククリップを使っており、仕組みが違いますね。30年式はストリッパークリップです。なるほど。30年式にはマンリヒャー要素が少ない気がするな。そうなると、全体的にはマウザーの影響が大きいのだと思います。当時、マウザーのライフルが世界的に覇権を取りつつあったので、その評判も把握していたはずです。現代だったら、ツイッターで毎日トレンド入りするくらい、マウザーは評判だったんだよね。多分、マウザー強すぎ、とか、そういうタグが生成されたはずです。マウザーしか勝たん。30年式歩兵銃は、ボルトアクション、5発装填、無煙火薬に対応した連発銃です。小銃器は2000メートルまで使える仕様になっています。すごい距離だな。カートリッジには30年式ジッポーを使っており、口径は 6.5 ミリと小さな口径のライフルでした。日清戦争で活躍した18年式村田銃は8ミリでしたので、1.5 ミリ小さくなったのね。口径って大きい方が強いってことなのか。そういうわけではないんですが、この場合はそういう意味です。当時、世界では7ミリから8ミリ口径のライフルが主流でした。しかし、日本人の体格からすれば、7ミリ口径はリコイルの衝撃が強すぎるのではないかという意見がありました。そこで様々な実験をし、6.5 ミリに決定したわけです。いろいろ試して6.5 ミリに決定したわけか。口径が小さくなれば、弾薬の装備も軽くなり、携帯できる弾薬の数も増えます。行軍も楽になって、素早い動きも可能ですね。ライフルに限った話ではないですが、日本の兵器は機動性を重視する方針に思えます。26年式拳銃も操作速度に極振りした拳銃だったからな。あとは攻撃力、ストッピングパワーの問題です。いくら軽くて扱いやすくても敵を止めることができなければ武器としての目的を果たせません。26年式拳銃はまさにそういうオチでしたね。速いけど弱すぎた。本末転倒になってしまう。しかし、6.5 ミリの30年式ジッポーの威力は日露戦争で効果を発揮しました。ロシアの騎兵部隊を粉砕するのに十分なパワーを持っていたのです。攻撃力は十分だったというわけか。そうね。日本軍は日露戦争が始まるずっと前からロシアとの戦闘を予見してました。ですので、相当な準備と研究もしていたはずです。一方、ロシアは日本を侮っていたということもあるでしょう。ロシアからすれば、鎖国を終えたばかりの原始人め、くらいにしか思ってなかったかもしれないな。ただ、30年式ジッポーは殺傷力が高かったわけではありません。敵を死なせるよりも、負傷させて医療に負担をかける。そういう設計で作られた弾薬でした。地雷みたいな、そういう発想か。日露戦争では十分に効果を発揮しました。しかし、6.5 ミリではパワーが足りんということで、後の99式小銃では 7.7 ミリにサイズアップされました。なるほどね。ロシアは、1891年の明治24年、初の国産ライフルとなる、モシンナガンを完成させていました。日露戦争では、日本もロシアも、互いに新兵器を投入した戦いとなったわけですね。ただ、皆様がご存知の通り、日露戦争で日本は勝利をします。30年式歩兵銃は、日本の勝利に貢献したというわけだな。そういうことね。日露戦争で、30年式歩兵銃の効果の高さが実証されたので、口径の38式にも 6.5 ミリ口径が採用されます。日本は日露戦争に勝利しましたが、いいことばかりでもありません。そうなの？戦争で大量のお金を使ってしまいました。しかも、ロシアから賠償金を取ることができなかったので、経済的にやばくなりました。お金がないんだね。ないです。日清戦争の経費が2億円ほどでしたが、日露戦争は10倍の20億円近くです。ちなみに、国家予算が年間6億円の時代です。どう考えても破綻してるじゃないですか。戦争後、国民から税金を集めるため、日本では相続税が新たに作られました。ロシアから賠償金が取れなかったことに対して、国内で暴動も起きていたんですね。虚しい勝利だ。でも、
勝利していなければ国そのものが占領されたかもしれませんね。確かに。日露戦争が終わったのが明治38年のことですが、その直後の明治39年に38式貨幣銃が正式装備となっています。お金がないのに38式が量産体制に入ったのです。この点においては不明な点が多いです。30年式歩兵銃に欠点があったわけではないの？一般的には30年式歩兵銃は日露戦争やその後の戦闘で砂ぼこりが入って使いにくかった。だからダストカバーのついた38式に変えたという意見が主流です。そんなに動作不良が発生するほど30年式歩兵銃はダメだったの？そんなことはないと思います。ただ、30年式が砂に弱いということもあったのかもしれません。しかし、日露戦争で実績を出しているライフルを早急に交換する必要があるのか、ということです。確かに。お金のない時期にダストカバーを理由に武器を量産する必要はないと思うんですよね。それに、38式へのアップデートは30年式から操作性やメンテナンス性を大きく向上させたものです。ダストカバーが最大の変更点とは思えません。それに、海外のライフルを見ても、ダストカバーのついた銃はほとんどないからです。ダストカバー理由で38式に変えたわけではないと。ダストカバーは建前で、何か裏の理由があって38式を作り始めたのかもしれません。それが何かはわかりませんが、金がないのに38式を急いで作る意味か。国家予算を引っ張るためのこじつけだったのかもしれません。戦艦大和パターンか。もしかしたら、武器を売るためという理由があったのかもしれません。外国の武器メーカーの場合、戦争が終わると、武器を民間に売ったり、外国に売ったりしてしのいでいます。死の承認ルートですか？実は、第一次大戦が起こると、需要がありました。日本で作った武器は飛ぶように売れたのです。日本でも武器を輸出していたのか。そうです。余剰在庫になっていた30年式歩兵銃も、大量に外国に輸出されました。38式歩兵銃も輸出用に作られて、海外の軍隊で使用されたのです。そうだったんだ。これで日本はめちゃくちゃ儲けて、かなりの好景気になりました。大正バブルと呼ばれる時代です。今までの赤字を取り返すってわけか。第一次大戦は、ヨーロッパ大陸を中心に起こりました。ここと直接関係ないアメリカと日本は輸出で儲けて、力を蓄えることになります。お互いに第一次大戦に参戦していましたが、直接的な被害もないですからね。そしてアメリカと日本はド派手に戦うことになるわけか。そういうことになりますね。武器屋のお姉さん。30年式に関してはこんなところでしょうか。正式装備であった期間はわずか8年。その後は全数入れ替えとなって38式貨幣銃になりました。主力武器として使われたのは、義和団事件と日露戦争だけってことか。そうなりますね。30年式貨幣銃が使用された期間は少ないですが、日露戦争に勝利するという大きな役割を持ちました。30年式は、日本の運命を左右する武器だったんだな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。